赤髪が導く終焉。どうも、ワンピースのドットメイン YouTuber ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2025年9号ワンピース最新話1137話シャムロック登場を考察していきます。この1137話を読み解く鍵は1137話の語呂合わせ人いざなうです。ロードの道案内とロキの勧誘などがかかっています。そしてついに偽のシャンクスこと神の騎士団長の名前が明かされています。それはシャムロック。このシャムロックはおそらくイム様に次ぐ世界政府の最強カードであると考えます。なぜシャムロックは最強カードなのか、一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずはいつものように2週間前の1137話の予想を振り返りましょう。こちらです。1137話の類似話数は37話、137話、1037話です。37話海賊百景の黒。ここでは偽物の黒が描かれていますから、1137話では偽物のシャンクスがいよいよ活躍するのか。また37話では黒がルフィの腕に乗り、一方1037話ではルフィがカイドウの腕に乗っていますから、1137話でも誰かが巨人の腕の上に乗りそうです。次に1037話はシュロン八景。語呂合わせはあの実の名。1037話では歴史から消された伝説の悪魔の実の名前について語られています。そんな1137話の話数の語呂合わせ予想は、いい道。やはりロードが活躍しそう。そして神の騎士団はロキを拘束して魔法陣がある城まで包帯で道を作って移動するのか。その城でルフィは偽物のシャンクスを見るのか。はい、先週の予想はなかなかいい感じ。50点くらいでしょうか。話数の理論をさらに確認しましょう。まず先週予想しましたが、37話ではルフィの腕に乗る黒、137話では木の上に乗るルフィとラパン、1037話ではカイドウの金棒に乗るルフィ、そして1137話では矢印の軌道の上に乗る軍港。このようにやはり話数はつながっています。次に1037話では角があるカイドウの城、鬼ヶ島の城が半壊してカイドウが嘆いています。一方1137話では角があったハラルドの城が城崩壊不可避、今にも崩れそうです。さらにこのハラルドはカイドウにそっくりです。ハラルドは古代巨人族の血を引いていると言いますから、角があるカイドウもまた古代巨人族の血を引いていそうです。次に37話では名前を捨てた男、元黒猫海賊団のキャプテンクロの偽物が登場。一方1137話では偽のシャンクスことシャムロックが登場。シャムロックとは北欧でクローバーを表す言葉ですが、このシャムロックという名前を分解すると、シャムとは英語でシャム、偽物という意味であり、さらにシャム猫のイメージもあるかもしれません。なぜなら1137話の扉絵には3人の猫の悪党が描かれています。そしてシャムロックのロックの反転がクロー、キャプテンクロー。37話では偽の黒猫の黒と、1137話では偽のシャンクスシャムロック。そんなキャプテンクローは37話で名前を捨てたという。次に137話のタイトルはなだれ、なだれ、その名は誰、その名誰となだれのダジャレでしょうか。次に1037話は名前が改変された人々の実ニカ。これらのことから1137話では何かの名前が明かされると考えました。そして1137話で明かされた名前がシャンクスの双子、神の騎士団長シャムロックでした。シャムロックの見た目や年齢はシャンクスと同じ。髪は長く赤髪であり、腕がもちろんある。ワイルドなヒゲを生やし、めっちゃかっこいい。シャムロックとは北欧の言葉でクローバー、三つ葉です。このシャムロックはアイルランドでキリスト教を広めたセントパトリキウスのシンボルであり、アイルランドでは3月17日がセントパトリキウスの日のお祭りだそうです。するとシャムロックの誕生日は3月17日でしょうか。そんなセントパトリキウスには様々な伝説があります。例えばアイルランドにヘビがいないのはセントパトリキウスがヘビを箱に閉じ込めて湖に投げ捨てたからだ。そんな伝説があるそうですが、今回重要なのはセントパトリキウスではありません。シャムロックイコールクローバーならば、シャムロックのカードはそのまま三つ葉、つまりクローバーの3でしょう。それがシャムロックのトランプカードイメージ。4年以上前からずっと考えているように、ワンピースでは日本のトランプゲーム大富豪のモチーフが採用されていると考えます。それはまるで鏡の国のアリスがチェスの動きをモチーフとして物語が展開されているようにです。
ワンピースでは大富豪のルールで物語は動いていく。そんな大富豪についてまずはおさらいしておきましょう。こちらです。ここまで何度も考えてきたトランプの考察シリーズ。ワンピースのキャラクター設定においてトランプのモチーフはよく使われています。例えばゴムゴムの実を奪われルフィやシャンクスを恨んでいた元 CP9 のフーズフーはそのままトランプゲームのフーズフーがモチーフでしょう。フーズフーでは2、3、4のカードを初めに抜いて遊ぶゲームです。つまり最弱のカードは5と6、ゴムとなっていますから、フーズフーはゴムが嫌い。このようにトランプのモチーフが使われています。その中で最も重要なのが日本で人気のトランプゲーム、大富豪です。この大富豪というゲームには革命というルールがあります。大富豪の革命とは4枚の同じカードを集めて場に出すと革命が起こりカードの強さがひっくり返るというルールです。最強のカード2が最弱となり最弱のカード3が最強となる。この革命というルールはまさに革命軍ドラゴンにぴったりです。ドラゴンの顔にはダイヤの3のタトゥーがあり革命が起こればドラゴンは最強カードとなり得ます。しかも大富豪ではダイヤの3を持っている人が親となりその人からゲームはスタートします。このことをストーリーに当てはめると4つのロードポーネグリフが集まった時革命は発動しそう。はい、大富豪で革命を起こせるのがダイヤの3のカードを持つ革命家ドラゴンですが、そのドラゴンと対立するのが明らかに神の騎士団です。ドラゴン VS シャムロックはあり得る。ダイヤの3のドラゴンとクローバーの3のシャムロック、もしも2人が戦った場合どちらが勝つのでしょうか。それはおそらくシャムロックです。なぜなら大富豪のルールにはマークの強弱もあるからです。通常のマークの強さはスペード、ダイヤ、ハート、クローバー。クローバーが最弱のマークですが革命が起きた場合はこのマークの強弱も反転するのです。つまりはこうなる。クローバー、ハート、ダイヤ、スペード。最弱のクローバーの3のカードは革命が起きるとほぼ最強となるのです。最強カードはもちろんジョーカーですが革命後ジョーカー以外で最強のカードがクローバーの3です。それがおそらく最強カードシャムロック。故にダイヤの3のドラゴンはクローバーの3のシャムロックには勝てない。そのように考えます。そしてその革命に向けて3を表すカードが続々と登場しているようです。革命が起きればほぼ最強となる3を表すカードは3、太陽の神ニカ。ゴムそのもののニカとは真っ白なゴムの天然樹脂、つまりは植物由来だと考えますからルフィのカードもクローバーの3なのか、それともスペードのエースの意思を受け継いだスペードの3のイメージか。そしてさらに3つのドクロを掲げる黒ひげもまたスペードの3のカードでしょう。さらにこちらの動画で考えたようにイム様は大富豪において最強のカードジョーカーでしょう。ジョーカーの起源をたどっていくとよくわかります。実はジョーカーはもともと道化師のカードではありません。最古のジョーカーはインペリアルバウアーまたはベストバウアーと言います。バウアーとは農場主という意味です。インペルとは天、皇帝という意味です。つまりインペリアルバウアーとは農場主の皇帝、それはいわば領主、地主貴族なわけです。ドイツ語で地主貴族はユンカーと言い、ジョーカーのカードはユンカーシュピールというカードゲームから採用されました。つまりジョーカーの起源は農民を支配する地主貴族なのです。それはまさに諸払い、天上金を要求する天竜人やイム様のイメージにぴったりです。そのイム様、ジョーカーを倒せる唯一のルールがスペ3返し。スペードの3のみが単独でジョーカーを倒せるルール。このことからイム様を倒せるのはルフィか黒ひげだろうと考えました。さらにもう少し大富豪について考えましょう。大富豪において最も戦略的なカードは流れをリセットできる8のカードでしょう。神の騎士団軍子はこの8のカードなのかもしれません。まずは8のカードの意味、その効果をおさらいしておきましょう。こちらです。大富豪には8切りというルールもあります。8のカードを場に出すと流れを一旦リセットできるルールです。8のカードはもちろん嘘800のウソップでしょう。NES ロビーではルフィが死にそうになった時ウソップが現れてルフィの死の流れを断ち切りました。さらに8の字のメガネをつけているコビーも8のカード。頂上戦争では勇気ある数秒で場の流れを断ち切っています。頂上戦争で戦いの流れが変化したのは大渦雲のスクワードによる8切りでしょう。大渦雲のスクワードは雲の8本足と剣のイメージからおそらくスペードの8のイメージでしょう。スクワードは赤犬に担がれて白ひげの心臓を突き刺しました。これがおそらく場が流れてしまう8切りでしょう。
白ひげ海賊団に傾いていた流れが八切りによって流れ弱体化してしまったという流れになっていると思われます。この八切りとは矢切とも呼ばれていますから、そう、矢切とは矢切の私、矢印の能力であるアロアロの実の軍子は8のカードのイメージだと考えます。なぜなら軍子はコビーと同じく8に見えるゴーグルをつけているからです。するとこの軍子はかなり厄介です。大富豪を遊んだことがある人ならわかりますが、8切りを行って場の流れがリセットされると、そこから一気に逆転できるケースが多いからです。故に神の騎士団軍子はかなりのクセ者だと考えます。以上です。続いては本編の流れも考察していきましょう。1137話のスタートは城を案内するロード。これが1137話の話数の語呂合わせといざなう。さらに1137話の話数の語呂合わせ2つ目、いい道。いい道。チビ人間のルフィたちでは巨大な城を歩いていくことさえ困難ですが、ロードがいれば楽に移動していきます。これらは先週の予想通りロードが活躍しています。その巨大な城では14年前ハラルドとロキの親子が戦ったことで城は半壊し、多くの巨人たちが戦死したといいます。その戦いで生き残ったのはロキとヤルルの2人だけ。そしてロードは壁にかかっているハラルドの肖像画を見ろという。これが1137話の話数の語呂合わせ3つ目、人々皆。人々皆。エルバフ史上最高の王ハラルドの顔はまるでクレイトスさん。史上最高レベルの神ゲー、ゴッド・オブ・オーの主人公、神殺しのクレイトスさんにそっくりです。さらにこのクレイトスさんの息子はアトレウスと言いますが、アトレウスの母親が最初に考えた息子の名前はロキですから、ハラルドのモデルは本当にクレイトスさんかもしれません。そんなハラルドの頭には傷があり、その傷とは自らで角を引きちぎった跡だと言います。これが1137話の話数の語呂合わせ4つ目、いちいちみちぎる。いちいちみちぎる。巨人の中には古代巨人族の血を引く者がいるという。さらにここでロキとハイルディンが腹違いの兄弟だったことも判明しています。そんなハイルディンの船にロードが乗った理由とは、幼い頃にいじめられていたロードに唯一優しかったのがハイルディンだったから。ハイルディンはロードの地図を描く能力に感銘を受けたそうです。それは全世界の巨人たちを一つなぎにしたいと願うハイルディンの夢の道にもつながるロードの海図です。ハイルディンとロードが歩む道、それがいい道。このハイルディンとロードの種族間の差別や偏見の話は、前回の動画で考えた太陽へと続く道ともかかっているでしょう。それは太陽へと続く道へとつながります。この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし。そしてさらに何回も言っていますが、話数に7が入ったチャプターでは名前の名や字の話が多く展開されていきます。覚えておきましょう。場面が変わって冥界のロキと神の騎士団。軍子は暴力によってロキを勧誘中。これも人いざなう。軍子の能力アロアロの実は矢印によって未来の攻撃の道筋をあらかじめ設置する能力です。つまりそれは未知なる道、未知なる道という安易なダジャレを面白かっこよく描けるオダッチはやはり天才か。さらに軍子の矢印は武装や加速も可能。これは走攻守隙がないかなり強力な能力です。そんな矢印の道筋の上を移動してロキを殴りまくる軍子。この軍子の矢印はもしかするとコブラ王を攻撃した矢印と同じでしょうか。アニメではまるでイム様が放出した矢印のように描かれていましたが、原作ではコブラ王の左側の下から現れていました。つまりあの時マリー・ジョアには軍子が護衛として密かに隠れており、コブラ王を攻撃したのでしょうか。マリー・ジョアの矢印も軍子の攻撃と同じようにちぎれていました。神の騎士団とはその名前の通り神に仕える騎士ですから、イム様の護衛や世話役をしていてもおかしくはありません。そして最後に軍子は無数の矢印をロキに向けて、ロキに最後の質問をすると、だが断るあっかんべー。ロキは軍子にボコボコにされました。これが1137話の話数の語呂合わせ5つ目、ひどいミンチ。ひどいミンチ。いくら攻撃しても神の騎士団には入隊しないロキ。ここで諦めたシャムロックは作戦を変えると言います。神の騎士団の目的は凶暴なエルバフの戦士たちを世界政府の指揮下に置くことでした。だからエルバフの王子ロキをまずは勧誘した。そういうことでしょうか。しかしロキは確かにエルバフの王子ですが、6年も拘束されており、エルバフでは嫌われています。故にロキをたとえ神の騎士団に入隊させても、
エルバフの戦士たちが素直に従うわけがありません。そのように考えると、やはり神の騎士団の目的はエルバフの戦士たちそのものとロキの悪魔の実も狙っていそうです。なぜならロキには特別懸賞金26億ベリーがかけられているからです。そしてここでシャムロックはどいつもこいつも使えんやつらだ、どいつもこいつも、そのように言っています。ロキだけではなくもう一人使えない奴がいる。それがおそらくハラルドでしょうか。神の騎士団はエルバフを世界政府の指揮下に置くため14年前のハラルドにも声をかけていたのか。そしてハラルドはヤルルとも話をしてついに世界政府の圧力に屈して参加になる決意をしたが、息子のロキは大反対して、そして戦いが始まりロキはハラルドを殺めてしまったのでしょうか。そういった流れかもしれません。以上です。続いては次回1138話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1138話の類似話数は38話、138話、1038話です。38話は海賊団、語呂合わせはミエン。8話語呂合わせでは8の絵と読むそうです。姿がミエン、黒の高速攻撃杓子。さらにカヤはジャンゴの催眠術を見ようとしない。次に138話は頂上、語呂合わせは医者。さらにもう一つ語呂合わせは人見えん。扉絵ではサングラスを外そうとするジャンゴ、そして雪に覆われて姿が見えんワポルの攻撃雪化粧。これらと1138話がつながるならそのキーワードは見るもしくは見ない。1138話ではロキの目の包帯がいよいよ取れるのか。次に1038話はヒット&ロー VS ビッグマム、語呂合わせは火の実役。火の実焼かれる雷蔵の金縛りの術と爆弾に着火しそうな火を身にまとう火炎棒。ここと1138話がつながるなら自称太陽の神ロキがついに悪魔の実を発動させるのか。ロキの悪魔の実とは原爆原子力だと考えましたが、こちらはどうなんでしょうか。そんな1138話の話数の語呂合わせ予想はひどい見えん、ひどい見栄え。ついにロキの包帯が外れてその目が描かれるのか。しかし以前考えたようにロキはもしかすると生まれつき盲目かもしれません。人々の民話、新天ハーレーに伝わる民話がさらに語られるのか。それがロキが食べたエルバフに伝わる伝説の悪魔の実なのか。いい三つ葉、三つ葉とはシャムロック。フィガーランドシャムロックが早くも1138話で活躍するのか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。夢を釈迦じゃないよ、釈迦より先だよ。